マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さん突然なんですけれども、今皆さんはどちらの国に住んでいますか？そして皆さんの街では普段道を歩いている時、タトゥーを入れている人ってよく見かけますか？私は今韓国に住んでいますが、ソウルのホンデやハプチョンっていう場所に行くと、タトゥーを入れている人を本当によく見かけます。で、韓国の若者の間ではタトゥーはファッションとか、あとは自己表現としてごく自然に受け入れられている雰囲気なんですね。うん、なんですが、日本もね、最近はタトゥーを入れている人を、前よりは見かけるようになりましたけど、でもやっぱり他の国に比べるとそこまで多くないんじゃないかなと思います。あとはタトゥーがあるとね、日常生活で行動が制限されてしまったり、あとは不便を感じることっていうのが結構多いんですよね。例えば温泉やプール、あとは就職活動での面接とか、あとは生命保険とかね。うん。え、タトゥーが1個入ってるだけでこんなに不便なのっていうくらい、本当に驚くくらいいろいろとあるんですね。そこで今日はタトゥーについてお話ししていきたいと思います。日本ではタトゥーがどんな意味を持つのか、そしてなぜ日本では今もタトゥーに対して慎重な目で見られるのか、最近の日本社会ではその認識がどう変わってきているのかについてお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。ではまず最初に皆さんに質問なんですけど、日本ではタトゥーが入っていると怖がられるって本当だと思いますか？実はこれ、日本に来る外国人観光客の方が驚くポイントの一つなんですね。海外ではタトゥーは単なるファッションや自己表現ですよね。でも日本では今でもタトゥーを見ただけで、うわー、ちょっと怖いなって心の中でそう思う人も結構いるんですね。実際に日本に来た外国人観光客のレビューを見ると、温泉やプールに行ってタトゥーのせいで入場を断られてしまってすごく困ったという話が山ほどあります。で、入り口でね、スタッフの方が申し訳なさそうな顔をしながら、手で×を作って、No tattoo, sorry, sorry っていうね、こういったシチュエーション、なんかちょっと想像がつきますよね。すごく対応は丁寧なんだけど、でも絶対に入れてはくれません。はい。そう。あと、ある方は、これくらいの小さなタトゥーなら大丈夫だろうと思って入ったら、脱衣所で、脱衣所って着替える、服を着替えるところですね。脱衣所でスタッフの方がそーっと近づいてきて、で、周りを気にしながら小声で、申し訳ありません、お客様。ちょっと、うちはタトゥーが入った方はお断りさせていただいております。みたいな。うん。そういうね、風に言われて、で、すごい気まずい思いをしたっていうエピソードもありますね。もう、服を脱いでる、脱衣所だからね、服脱いでるじゃないですか。もうそんな服を脱いでる時にね、こんな声かけられて困りますよね。うん。例えば温泉の中にタトゥーが入っている人が一人いるとしますよね。そうすると不思議なことになぜかその人の近くだけ誰も来ないっていう状況になったりするんですね。別にその人が何かしているわけじゃないのに。騒いでもいないし、人に迷惑かけてるわけでもない。
でも気づいたら自然とそういう空気が出来上がってしまうんですよね。最近はタトゥーを隠せば入場可能な温泉施設も増えてきたんですけど、それでも温泉に行ったのにタトゥーのせいで、入れてもらえなかった、断られてしまったというのは日本旅行者の間では共通の経験のようです。そのため最近ではタトゥーがある人たちの間でタトゥーがある人たちなりの旅行スタイルみたいなものも広まってきています。行き当たりばったりで行くのではなくって、あらかじめネットでタトゥー OK で検索をかけて、そして入れる施設だけをピックアップするっていう感じですね。うん。温泉もプールもホテルも全部確認して、あ、ここは OK、ここは NG っていう風に把握してから動く。そんな旅行スタイルです。そしてこの行き当たりばったりっていうのがどういう意味かっていうと、事前に計画を立てずにその場その場の判断で行動することを言います。じゃあなぜ日本ではここまでタトゥーが怖がられているのでしょうか？これは単なる偏見ではなくて、かなり古い歴史とつながっています。まず、江戸時代の話を少ししますね。江戸時代は今から数百年も昔のことですが、当時は罪を犯すと体に入れ墨を入れて、この人は犯罪者ですという一生消えない印を残す芸刑という処罰が実際にありました。逃げてもどこへ行っても体に刻まれた入れ墨が証拠になるので、社会で二度とまともな生活を送れないようにするっていう刑罰だったんですね。そのため日本ではもともと入れ墨イコール犯罪の後っていうイメージが強く残っていました。その次にいわゆるヤクザの文化です。ヤクザたちは組織への忠誠心や覚悟を示す象徴として全身に華やかな入れ墨を入れ始めました。背中や腕、胸、足まで。これが映画やドラマで繰り返し描かれたことで、一般の人たちの頭の中には自然と入れ墨イコールヤクザというイメージが定着してしまったんです。ですから今でも日本の多くの公共施設で入れ墨禁止と書いてあるのは表向きはルールですが、実質的にはヤクザや反社会的勢力を排除するための手段だと日本人もよく口にします。お客様の安全のためという言葉の裏にはそうした歴史的背景があるんですね。ちなみにタトゥーと入れ墨の違いって何なのって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、タトゥーっていうのはなんかおしゃれなイメージがありますね。海外の人たちがこう入れてるものは結構タトゥーって言われています。そして入れ墨っていうのはもう本当に和彫りといって、なんか日本っぽいデザインっていうんですか？例えばこう竜の絵がこう背中にドーンと入っていたりとか、ちょっと日本っぽい感じのデザインを入れ墨と言いますね。なので入れ墨は結構本当にヤクザ、そっち系の人が入れているものっていう風に日本人は考えます。でも、タトゥーも入れ墨も同じ、こう、彫っている、体に彫っていることには変わりがないので、基本的には日本の公共施設ではタトゥーも入れ墨もダメですっていうお店が多いんですね。そしてメディアの影響も非常に大きいです。
日本の放送や映画では入れ墨はほとんど常に組織の象徴として登場しますよね。ですからテレビに出る芸能人にタトゥーがある場合、肌色のテープで全て隠して出演するっていうのがほぼ暗黙の了解となっています。視聴者が不快感を抱かないように、あるいはヤクザのイメージを連想させないように、テレビ局側がすごく気を使っているんです。で、暗黙の了解っていうのが何かっていうと、言葉で説明されたり、あとははっきり決められたりしてはいないけど、でもみんながなんとなく分かっていて、守っている共通認識のことを言います。このように歴史、組織、メディアという3つが重なることで、日本では今もタトゥーイコール危険、怖いというイメージが根強く残っているんですね。だからといって何も変わっていないわけではありません。少しずつではあるんですけど、変化が出てきてるっていうのも事実なんですね。とはいえ、正直に言うと、まだまだ簡単ではありません。今でも日本では、温泉、銭湯、プールなどで、タトゥーのある方は入場お断りっていうのをね、よく目にすると思います。それだけじゃなくって、面接やアルバイト、さらには生命保険の加入などね、そういったことでもタトゥーがあると不利になるケースが実際にあります。日本のネット掲示板などを見ると、タトゥーが見えると面接で減点されるっていう話は定番ですね。企業文化がとにかく清潔感だったり誠実さ、こういったものを重要視するため、どんなに能力が高くっても、目立つタトゥーがあると会社のイメージに合わないっていう理由で不利になることがあるんですね。で、タトゥーがある人の間では、夏の面接はかなりハードだと言われています。気温が37度、38度ある。もう本当に暑い猛暑の中、長袖のシャツを着て、そして汗だくになりながら面接を受けて、私はもともと暑さには強いんです、みたいなね。そんなことを言わなければならない状況っていうね。本当に想像しただけでも大変ですよね。あとですね、仕事の話だけじゃなくって、タトゥーがあると生命保険も場合によっては加入できなかったり、あとは条件がかなり厳しくなるっていうこともあります。ただのファッションの一つなのに、なんで保険までって思いますよね。それでも日本ではまだこういう現実的な問題が残っています。ここでちょっと面白いことが一つあります。それがいわゆる二重基準です。この二重基準っていうのは、外国人がタトゥーを入れている場合は、ああ、文化の違いなんだなとか、あとは海外では普通なことだろうなって、割とすんなり受け入れられることが多いんですね。でも、同じタトゥーでも日本人が入れているってなると、空気が変わるんですね。なんで入れたんだろうとか。仕事は大丈夫なのかな、正直ちょっと怖いなとかね。うん。そんな視線が一気に強くなるんですよ。つまり、タトゥーそのものっていうよりも、その人が日本人か、それとも外国人かっていうのが評価の基準になっていることが多いんですね。うん。これが日本の、今の日本社会が抱えているとてもリアルな現実だと思います。じゃあなんで日本ではタトゥーに対してここまで慎重なんだろうって疑問ですよね。これには文化の違いが大きく関係しています。欧米ではタトゥーは自己表現やアート、あるいは人生の記録っていう意味を持つことが多いですよね。これは私のストーリーだ。
これが私のアイデンティティだっていうような個人的な象徴です。一方で日本社会は昔から和をとても大切にしてきました。この和というのは一言で言うと全体の調和のことです。例えばパズルのピースって一つ一つはすごく綺麗でも、どこか一つだけ飛び出していたら全体の絵って完成しませんよね。うん。それと似ていて、日本では自分がちょっと我慢をしてでも全体がきれいにまとまることを良しとする考え方が根付いています。だからこそ周りから浮かないことや雰囲気を壊さずに馴染むことが美しいというふうに考えられてきました。実は日本料理を表す和食にも同じ和という漢字が使われています。これは食材同士が自己主張しすぎずうまく調和するっていうのと同じように、日本社会でも人が目立たず穏やかに過ごす状態が理想とされてきたんですね。そう考えるとタトゥーのように一人だけが強く自己主張したり、あとはすごく目立つ見た目っていうのは、今でも日本では、この和の精神を乱してしまう人、あるいは雰囲気を壊しかねない人っていう風に感じられてしまうことが多いんですね。ただ、こうした保守的な日本社会も少しずつではありますが変わり始めています。その大きなきっかけの一つが東京オリンピックでした。外国人観光客が一気に増えたことで、タトゥーがあれば一律で入場禁止っていうルールを現実的に維持するのが難しくなったんですね。その結果、最近ではタトゥーがあっても利用できる温泉や銭湯が少しずつ増えてきています。ネット上でもタトゥー OK な温泉リストといった情報が旅行者の間でね、自然と共有されるようになりました。そしてもう一つ見逃せない変化があります。それが法的な認識の変化です。意外と多いのが、日本ではタトゥーって違法じゃないんですかっていう質問なんですけど、これは誤解です。タトゥーそのものは法律的に何の問題もありません。ただ以前はタトゥーの施術は医療行為なのか、それとも芸術行為なのかという点をめぐって長く議論が続いていました。医師免許を持っていない人が手術をするのは違法ではないのかっていう問題ですね。でも最近、日本の最高裁判所がタトゥーの手術は医療行為ではなく芸術行為であるっていう判断をしました。この判断によって規制は大きく見直されて、タトゥーを文化や表現として受け止めようとする動きが以前よりも強まってきています。さらに SNS の影響も非常に大きいです。インスタグラムやファッション業界を中心にタトゥーが一つのスタイルや個性として自然に受け止められるようになってきていて、特に若い世代の間では怖いっていうイメージよりもかっこいいとか個性があるっていう風に感じる人が確実に増えています。今の日本は昔ながらの保守的な視線と、あとは新しい価値観が同時に存在している、そんな状態なんですね。ちょうど変化しつつある、そんな時なのかなと思います。はい、今日はですね、タトゥーについてお話ししていきました。いかがだったでしょうか？はい、ここまで話してきて思うことは、今の日本社会はまさに変化の真っ只中にあるのかなって思います。で、以前はタトゥーっていうと注意すべきものとか、ちょっと危険なものっていうイメージが強かったんですよね。でもそれが最近では少しずつ個人の好みだったり、あとは自己表現の一つとして捉えられるようになってきています。
でもこれってすごく自然なことだと思うんですね。だって人それぞれ育ってきた時代も育ってきた環境も、そして経験もみんな違いますから、考え方が違うっていうのは当たり前ですよね。うん。だから私は昔の価値観が絶対に間違っているとも思いませんし、かといって新しい考え方が絶対に正しいっていうふうにも思っていません。今の日本はいろいろな考え方を持った人たちが少しずつゆっくりとお互いにね歩み寄りながら適応している最中なのかなって思います。結局のところ本当に大切なのはタトゥーがあるかないかではなくって、その人自身がどんな人なのかなんじゃないかなと私は思います。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。